はい、皆さん、こんにちは。今回の動画のテーマはヒゲ。サムネイルに書いた通り、ヒゲは埋まるという話をします。この視点、あるとないとでは他のトレーダーとは1歩も2歩も差がつく知識になりますので、ぜひ動画を最後までご覧ください。今回の動画を見ることで、ロウソク足形成の仕組みがわかります。2点目として、ロウソク足を見て値動きが読めるようになります。さらに、ロウソク足から波が把握できるようになります。相場は波でできていますので、この視点を得られるかどうかは非常に大きいです。今回の動画の流れはこちらです。最初にヒゲが埋まる現象について解説をします。次になぜヒゲは埋まるのか、ロウソク足形成の仕組みについて解説をします。3点目として埋まりやすいヒゲとそうでないヒゲの違いについて解説します。このチャンネルでは相場のなぜがわかるをコンセプトにチャート読解力向上に役立つコンテンツを配信しています。株や為替、商品、暗号資産、どの金融商品でも使えるスキルを身につけたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは実際にチャートを見ながら解説していきたいと思います。今表示しているのがユーロドルの冷やしチャート2022年10月からの値動きです。ローソク足一本一本の動きに注目できるようにチャートを少し拡大します。こちらのローソクを見てください。陽線となって上髭が出ていることがわかると思います。そして次の足に注目してください。次の足では下髭をつけて前日のローソク足の安値を試した後にこのように高値を更新する形となっています。結果として前の日のローソク足の上髭の部分が埋まったことになります。はい。そしてこのローソク足についても、少し小さいですが上髭が出ていることが確認できると思います。そして次の日のローソク足を見ると、このように長い下髭をつけて前日のローソク足の安値を試した後に高値を更新する形となっています。結果として前の日のローソク足の短い上髭の部分が埋まったということが確認できると思います。次の日は陰線になっています。陰線の場合は逆です。この場合は下髭が出ている形になります。そして次の日のローソク足見てみると、またこれも陰線になっているんですが、まず上髭で前日の陰線の高値を試して、その後安値を更新することによって、前日のローソク足の下髭の部分が埋まったことが確認できると思います。はい。そして次の日のローソク足見ると、再び陽線に転じています。こちらの陽線に関しても、このように上髭が出ていることが確認できます。そして次の日のローソク足を見てみると、一度下髭が出て、前日のローソク足の安値を試した後に高値を更新。そしてその過程で前日のローソク足の上髭を埋めていることが確認できると思います。はい。このようにですね、ローソク足一本一本の動きを細かく見ていくと、前日のローソク足の髭が埋まる様子というのが確認できると思います。別の金融資産での動きも確認していきましょう。今表示しているのは、米国株指数ナスダック100指数の冷やしチャートです。こちらの下げの部分に注目してください。例えばこの陰線あります。下髭が出ていることが確認できると思います。はい。そして次の日のローソク足が、上髭を出して前日のローソク足の高値を少し試した後に安値を更新する形となっています。その安値を更新する過程で前日のローソク足の下髭の部分を埋めています。はい。そしてまたこのローソク足なんですが、下髭が出ています。次の日のローソク足どうなったか見ていくと、上髭が出て前の日のローソク足の高値を試します。その後安値を更新する過程で前日のローソク足の下髭を埋めていることが確認できると思います。はい。次の日は足、ピンバーという形になってますので、これはちょっと飛ばします。ここまでで髭は埋まるという現象についてはご理解いただいたと思いますので、ここからは、ではなぜその髭が埋まるという現象が発生するのかについてを解説したいと思います。これは結論、ローソク足の形成の仕方に秘密があります。陽線と陰線の場合に分けて説明していきます。まず陽線の場合ですが、このように始め値から安値を試す動きが出て、それでも下がらないから今度は上昇して高値を作り、そしてそこから利益確定や逆張りの売りなどが入ることによって下がるのですが、手前の上昇を覆すほどの下落にはならずに引けるので、結果的にこの部分が髭になるという形成の仕方をすることが多いです。もちろんいつもこうというわけではありません。逆に陰線の場合ですが、始め値から高値を試す動きが出て、それでも上がらないから下落して安値を作り、そしてそこから売り手の利益確定や逆張りの買いなどが入ることで少し反発を見せるのですが、手前の下落を覆すほどの下げにはならずに引けるという形成の仕方をすることが多いです。はい、つまり、陽線のローソク足はこのように上昇の N 波動で形成されることが多いということです。買い足での上昇トレンドが発生していると言ってもいいです。陰線の場合は、このような逆 N 波動の動きで形成されているということができます。買い足での下降トレンドが発生しているというふうに見てもいいでしょう。N 波動についてよくわからないという方は、概要欄に N 波動について詳しく解説した記事を載せています。陽線のケースに戻りますと、あるタイムフレームで1本の陽線が出たとき、その下位のタイムフレームで N 波動ができているということになります。
N 波動ができているということであれば、上昇トレンドということになりますので、次のローソク足の形成がスタートしたときに、一旦安値を試して、それでも下がらないから上がるという動きが出て、かつ前のローソク足の高値を超えていくという動きにつながれば、前のローソク足のヒゲの部分が結果的に埋まるということになります。これがヒゲが埋まる現象の背後にある仕組みです。このように、ローソク足を見ただけで、買い足でどんな値動きが出ているのかがある程度わかるようになると、わざわざ短期足を見なくてもトレードできるようになります。続いて、ヒゲが生まれやすい場合とそうでない場合の違いについて解説をしていきたいと思います。ここでは上昇の場合を例にとって話を進めます。特徴としては3つあります。まず1点目、上昇トレンド中の陽線の上髭。2点目、出来高が増えた陽線の上髭。それから3点目として、前日高値を更新した陽線の上髭です。一つ一つ見ていきたいと思います。まず1点目の上昇トレンド中の陽線について見ていきたいと思います。まずご覧いただいてわかるように、このように高安切り上げる上昇トレンドの動きが続いています。これも複数の N 波動が重なる形で推進をしているのですが、例えばそのような中で生まれた陽線について着目してみると、先ほど解説したように陽線のローソク足というのは、さらに細かい単位でこのような N 波動が発生しているということでした。ですので、もともと上昇トレンドが発生している中で、さらに細かい単位での上昇 N 波動が発生しているということで、その次のローソク足では前のローソクのヒゲを埋めに来る動きが出やすいということができます。2点目は出来高が増えた場合の陽線の上髭です。チャートに出来高の情報を表示しています。為替の場合は株と違って全ての取引の出来高を知ることはできませんが、参考として見ていきたいと思います。先ほどと同じこちらの陽線を見てください。前日に比べて出来高が増えていることがわかります。それからこちらの陽線もそうですね。前日に比べて出来高が増えた陽線で引けています。次の日のローソク足が前の日のヒゲを埋める形となっています。こちらの陽線もそうですね。ここは実体がそれほど大きくはないですが、はい、出来高に関しては前日から増加する形の陽線になっています。そして次の日のローソク足は前日の上髭部分を埋めるという動きになっています。はい、最後3点目ですが、前日高値を更新した陽線の上髭です。例えばこちらの陽線を見てください。前日の高値を更新して、少しですが上髭が残っています。そして次の日のローソク足で前日の上髭を埋める形となっています。こちらの陽線に関しても前日の高値を超えていまして、次の日のローソク足が上髭を埋める形となっています。次の日は陰線になってますので飛ばしますが、その翌日は再び前日高値を更新する形となりまして、さらにその翌日のローソク足で前の日のローソク足の髭を埋める形となっています。以上紹介した3つの特徴を踏まえてですね、チャートを見ていくといいのではないかなと思います。はい、続いて髭が埋まらない場合の特徴について解説していきたいと思います。繰り返しますが、必ずこうなるというわけではないので、あくまでもそうなりやすい場合の特徴というふうに捉えてください。今回も陽線の場合を例にとって話をしていきます。2つの特徴なんですけども、まず1点目、上髭の方が実体よりも長いローソク足が出た場合。2点目として、出来高が減少している場合です。はい。それではチャートの方を見ていきたいと思うんですが、まずこの足に注目してください。このローソク足は実体よりもはるかに上髭が長いローソク足となっています。また出来高の方を見ていくと、前日に比べて増加はしています。ただ翌日のローソク足を見てみると、前日の上髭の一部は埋めているものの、高値を更新することはできずに結局その後数日間にわたって反落が発生しています。またこちらのローソク足に注目していただくと、これは小回しと呼ばれる形で非常に実体が小さいローソク足になりますが、こちらも上髭の方が実体より長いローソク足となっています。また出来高の方を見ていくと、前日に比べて減少しているという形になっていまして、実際にその次の日のローソク足を見ていくと、はい、やはり髭の一部は埋まっているものの、高値更新はできずに、数日間反落が続いている形となっています。はい、同じユーロドルで少し他の部分も見ていきたいと思うんですが、例えばこのローソク足もそうですね、実体より上髭の方が長い形となっています。そして出来高の方を見ると、わずかですが前日に比べて減少する形となっています。次の日のローソク足を見ていくと、陰線の形になっていまして、こちらに関してはほぼ髭が発生してないですね。ですので、この前日のローソク足の上髭がほとんど埋まらない形で下げに転じています。はい。またこちらのローソク足に関しても同じですね。これも小回しの形状と言っていいでしょう。上髭の方が実体よりも長くなっています。はい。出来高に関しては少し増えてはいますが、翌日のローソク足は高値を更新できずに反落する形となっています。このようなローソク足ですね、髭が埋まることなく、また高値が更新されることのない場合をウィックリジェクションというふうに呼びます。リジェクションっていうのは拒否だったり抵抗だったりという意味ですので、こういった髭の部分で高値が抑えられるといったことになりやすいです。
ですので、髭が埋まる場合のローソク足の特徴と、そうではないリジェクションの場合の特徴を押さえておくと、ローソク足を見てある程度のシナリオも立てられるようになります。ぜひ参考にしてみてください。それでは今回の動画のまとめです。今回は髭が埋まる現象と理由について解説をしました。その理由としてローソク足形成の仕組みを説明。髭が埋まるのは貝足の N 波動が続いた結果でしたよね。またローソク足を貝足の波、トレンドと見られることの重要性についても話をしました。最後に埋まりやすい髭とそうでない髭の違いについても解説をしました。さて皆さんいかがでしたでしょうか。髭というと一般的には髭で刈られた後に思った方向に伸びたとか、個人投資家の損切りを買った動きとか悪いイメージで語られることが多いと思いますが、今回は異なった視点で髭の特徴について解説してみました。新しい見方を得ることができたと思っていただいた方は、ぜひ高評価をいただけると、今後の動画作成の参考となります。今後も皆さんのチャート読解力向上に役立つ動画を発信していきますので、このテーマに関心のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。